健一です。動画のご視聴ありがとうございます。今回はオデッセイハイブリッドに取り付けているデジタルルームミラーですね。オデッセイハイブリッドにはネオ東京のミラーカムプロというやつをつけています。今はもう販売終了にはなってしまってるんですけども、前と後ろ、そして室内が録画できるっていうですね、発売された当時は結構画期的なドライブレコーダーとして使えるものでした。で、そのミラーカムプロの後継がですね、ミラーカム2という形で今出てるんですけども、このオデッセイハイブリッドにはミラーカムプロで十分だったんですけども、 S660 用に買っていたものがあるんですけども、そのレビューができていませんでしたので、このミラーカムプロとですね比べてみて、どちらの方がいいのかなみたいなところとかを話していけたらなと思います。まずこれが今販売されてはいませんが、ミラーカムプロです。台形になっていて、そのミラーの下にはですね、室内用のカメラがついています。これに対してミラーカム2はですね、四角い形になりました。そして高さがですね、結構増してるんじゃないかなと思います。それはですね、このミラーカム2になってからですね、配線が隠れるようになったからです。これがミラーカムプロのリアカメラになります。そして続いてこれがミラーカム2のリアカメラです。形状的には特に変わりはありません。配線の接続もですね、特に変わってはいません。ミラーカムプロからの大きな特徴はですね、フロントカメラが別々になったということです。これまでのデジタルルームミラードライブレコーダーはですね、ミラーにフロントカメラがついてたんですけども、ここからバラバラに取り付けることができるようになりました。もちろんミラーカム2もフロントカメラは独立して配線することができますので、ミラーの位置を気にせずにですね、使うことができるという大きなメリットがあります。ミラーカムプロの方には24時間の駐車監視機能をオンにするための常時電源につなぐためのプロケーブルがついてたんですけども、ミラーカム2はですね、このケーブルはついてきません。別売ということになります。そしてこのオデッセイハイブリッドにはですね、ちょうど今ミラーカムプロがついていますけども、上部の配線がすごく目立っていると思います。ちょっと別のドライブレコーダーの配線とかもあるんですけども、ミラーカムプロの上側ですねの配線2本ぐらいがですね、目立って出ているなという感じです。そしてこちらがですね、ミラーカム2の方ですね、 S660 に取り付けています。上部がですね、トップウォール構造っていう感じになってて、上の部分が少しせり出していることで配線がですね、見事に隠れる形状になっております。配線の方は明らかにミラーカム2の方がすっきりしています。車種が違うので若干の違いというのはあるかもしれませんけども、だいたい取り付ける位置からですね、天井までの間にこのトップウォールの部分が来るようになっていますので、おそらく同じような感じで上の部分がですね、配線が隠れるようになっているはずです。あとは画面の解像度ですね。ミラーカムプロよりもミラーカム2の方が画面の解像度が上がっていますので、ミラーを見ている感じがですね、ミラーカムプロよりもミラーカム2の方が綺麗に見えます。ちょっとカメラで撮ってると分かりにくいんですけども、ミラーカム2の方がですね、色味が鮮やかでしっかりと後方が確認できる感じです。ミラーカムプロも十分綺麗なんですけども、若干映像が白いかなみたいな、そういう感じになります。ただこの画面の綺麗さだけでですね、買い替えるレベルではないかなと、そういった感じです。続いてはですね、ドライブレコーダーとして使った時にどんな映像が撮れるのかっていうのをミラーカムプロとミラーカム2の方で見比べてみます。まずはミラーカムプロのですね、フロントカメラです。ミラーカムプロのフロントカメラはですね、水平102度、垂直53度、対角124度の画角になっています。記録はですね、フル HD ということになってまして、200万画素の 27.5 フレームで記録されます。特別綺麗な画質でもありませんけども、ナンバープレートもしっかり映りますし、ドラレコ画質としては十分というレベルです。続いてがミラーカム2のフロントカメラです。ミラーカム2のフロントカメラも画角に変更はありませんし、200万画素のカメラにフル HD ですね、フレームレートも 27.5 フレームということで特に変わりはありません。ただなぜか黄みがかって見えるというか、ちょっと赤みがかってる感じになっています。ナンバープレートはですね、はっきりと映ります。このフロントカメラちょっと運用上ですね、画面逆さになっております。カメラの位置がどうしてもですね、逆さじゃないと取り付かないっていう感じだったので、こういう風に取り付けをしていますので、ちょっと表示がですね、上下逆になっていますが、普通に取り付けるとですね、このような感じにはなりません。
フロントカメラに関しては色味の違いはあるもののですね、ドラレコとして運用する部分に関してはそれほど大きな差はないかなというレベルです。買い替えるレベルではありません。そして続いてがですね、ミラーカムプロの方のリアカメラです。ミラーカムプロのリアカメラはですね、水平112度、垂直60度、対角の画角がですね140度ということになっていて、フル HD の 27.5 フレームですね。画素数は200万画素ということになっています。フロントカメラと比べると若干広角に撮影することができます。リアカメラの画質的にはですね、もう十分なレベルです。特に問題を感じません。もちろんナンバープレートはしっかりと映りますし、後ろの人が何をしているかはっきり分かるぐらいの感覚で映ってしまいます。続いてはミラーカム2の方ですねのリアカメラということになります。これもですね、ミラーカムプロと同じですね。価格の方はミラーカムプロと変わりません。水平112度、垂直60度、対角が140度です。ただですね、フル HD では記録できるんですけども、フレームレートは25に落ちています。若干カクつく感じがあるのかもしれませんが、ほぼ変わりはありません。またミラーカム2に関してはですね、画素数の記載がありませんが、おそらく200万画素ぐらいのレベルじゃないかなという、映像を見比べているとそんな感じがします。こちらの方もドライブレコーダーとしての解像度ですね、ナンバープレートはしっかり映しますし、問題ないレベルということになります。ただやっぱりミラーカムプロに比べると若干黄みがかっているような映像になっています。続いてがミラーカムプロの夜間のですねフロントカメラの映像です。ソニーのセンサーを使っているっていうことでかなり明るく映ります。近づいていくとですね、前の車のナンバーはですねはっきりと見えることができます。必要十分なレベルです。続いてこちらがミラーカム2の方ですね。明かりが少ない場所を走っていますので、先ほどの映像よりも若干暗いような感じもしますが、もう明かりがあるところはですねバシッと映ります。でこれが近づいていくとですね、ナンバープレートもはっきり映りますので、これもですね十分なレベルです。夜間本当に綺麗に映ります。続いてがミラーカムプロのリアカメラになります。こちらもですね、ちょっとガラスの方が汚れてて汚く映ってますけども、リアカメラの方もですね綺麗に映っていて、近づけばナンバープレートが読み取れるレベルです。もう街中使うにはもう十分すぎるレベルですね。そしてこちらがミラーカム2のリアカメラの映像になります。夜間も同じような感じでですね綺麗に映ることができますが、ミラーカムプロよりも若干色合いが違うような感じもして、ナンバープレート映っているので特に問題はありませんが、映り方はちょっと違うかなという感じです。ということでミラーカム2とミラーカムプロでですね、画質の違いとかその装備の違いとかですね、いろいろと見てきました。正直このドライブレコーダーとして使う分にはですね、ミラーカム2ではなくてもミラーカムプロで十分だなという感じがします。そして3カメラがついていてですね、パワーケーブルとかもついていたので、今思うとミラーカムプロはですね結構コスパが良かったなという感じがします。ミラーカム2の方がですね、パワープロケーブルが後で買わないといけないんですけども、値段は上がっているという感じです。半導体とかの価格上昇がありますので仕方がないのかもしれませんが、ミラーカムプロで必要十分なレベルということが分かります。ミラーカム2のいいところはですね、配線が隠れるという部分ですね。それと画面の液晶がすごく綺麗なので後方がより見やすくなります。これは本当に間違いなく綺麗になっています。そして僕は使っていないんですけども、ミラーカムプロだとですね、後方の車が小さく映ってしまうというところがあるんですけども、ミラーカム2の場合はですね、小さく映ってしまった場合拡大する機能がありますので、距離感の違和感をですね消すことができるっていうのがメリットです。ただドライブレコーダーとして使うときはですね、記録された映像を確認してみるとそれほど大きな差はありません。色味が若干違いますけども、どちらかというとミラーカムプロの方が見やすいかなぐらいのレベルではありますので、記録される画質を上げたいからといって買い替える必要はありません。どちらかというとですね、デジタルルームミラーとしての機能をですねより充実させたいという場合があればですね、買い替えるというのはありかもしれませんが、ミラーカムプロのですね室内カメラがあって、室内の撮影もできるという大きな機能もありますので、ミラーカムプロからの買い替えはあまり必要がないかなと思います。逆にミラーカム R とかですね、ミラーカム初代のやつですよね、
からの買い替えだったら液晶が綺麗になっていることを、配線がですね隠せること、そしてフロントカメラが独立していることといいことがですね結構ありますので、ドラレコとしての画質が大きく進化したというわけではありませんけども、使い勝手としてミラーカム2に買い替えるというのはありだと思いました。ということで今回はミラーカムプロとミラーカム2を比較してみました。今回の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。